生植物のエヴァンマシロです。今回は神回です。神様じゃなくて髪の毛の方、髪についての解説をしてほしいというマシュマロを結構いただいてるんですよ。ただね、そんな得意意識があるわけではないんですけどね、エヴァなりに意識していることを話していきたいと思います。今回のイラストはテーマが髪ということで、オレツインテールになりますのテールレッド単語を書いていきます。原作者である水沢ゆめ先生の C100 同人誌の表紙として書かせていただきました。まずそもそも髪とは、そんなところからいく。髪っていろいろなものを表現できると思うんですよ。なので今回は髪の毛の持っている性質、絵において髪が担う役割、この2つの観点で解説していきたいと思います。まずは髪の性質、物体としての性質を整理します。結局はね、その性質をどうデフォルメするかだと思うんだよね。例えば美味しいステーキを焼きたいとき、強火で何分とかそういう基準よりも、そのタンパク質の凝固温度とか肉自体の性質を知ってた方が、どんな種類、厚み、焼き加減でもうまく焼けそうな感じがしないですか？そういう感じです。どういう感じだ？髪って基本は細いツヤツヤした糸ですよね。もっと言うと丸い棒で、この密度によって結構いろんな性質が出ると思ってます。糸が集まると布になるように布っぽい性質が現れます。裏表の意識とかリボンとかきしめんとかで形容されるようなデフォルメのされ方をしますよね。これは、こういうことかなと。でも布みたいに密度が均一じゃなくムラがあるんですよね。例えばこういう髪型があった時、根元と毛先では、毛先の方が幅が広い分密度って薄くなるじゃないですか。密度が薄くなると今度はね、半透明的な性質を帯びると思っていて、この半透明の性質、言葉がちょっと難しいな。網戸って向こうが見えるよねぐらいの理解でもいいかもしれない。必ずしも毛先の方っていうわけではないんですけど、髪の際の密度が低いところとかに強い光が当たると光が散乱して明るくなるという現象が起こるんですよね。原理としては肌の動画の時に説明したサブサーフェススキャッタリングに近いかな。例えば髪の輪郭周りとか髪の奥まりのところを明るくする表現って結構あると思うんですけど、これって顔に視線が行くようにしたり、髪の色に華やかさを加えたりっていう意図があると思うんですが、この目的意識と合わせてこの表現が一体何をデフォルメしたものなのかという意識を持つだけでも少し表現に説得力が出てくるんじゃないかなと思います。例えばこの肌の境界のとこで言えば、肌が光ってぼやっとした光気現象なのか、さっき言った髪の透け、光の散乱による発光なのか、また前後感を強調するための遠近感表現なのか。ハンバーグに漫然とナツメグを入れるんじゃなくて、肉の臭み消すんだなという理由を意識することができれば、たとえナツメグを切らしていたとしても、生姜とか別の調味料で補えたり、あるいはナツメグをハンバーグ以外の料理に使えたりするかもしれない。エヴァは使ったことないです。続いて金属的性質。前回の動画や記念配信でも少し触れたところですね。これは頭って球体っぽいじゃないですか。球体っぽいなら上から光が当たった時ってこういうハイライトが入りそうなものなのに、髪ってこういうハイライトが入りますよね。エンジェルリングとか言われてますけど、なぜ髪のハイライトがリング状に入るか、この理由って考えたことがありますか？最初に髪は円柱っていう風に言ったんですけど、これがこういう風に曲がってくっついてると。で、これを拡大していくと、パイプみたいなものが、こんな感じで曲がっていると。で、この形のパイプに光を当てると、光源と視点の関係にもよるんですが、トップライトの場合は、だいたいこれくらいの位置にハイライトが入ります。で、これが微妙に前後関係や角度を変えながら、
髪の毛が球体に沿って並んでいると、結果的にリング状に見えるということになります。金属でもヘアライン仕上げとか言われるように、線状のハイライトが曲面に沿って入ってくる。知らなくても全然いいんですけど、知っていることでね、ちょっぴりと表現の幅が広がるかなと。例えばこれって光源が太陽光みたいに一つの場合の話で、屋内のライブ会場みたいにスポットライト的に指向性の高い光源が複数あった場合、このリングが多重複数になったりするというのがあります。写実表現を極めたいわけではないと思うので、こうするべきっていうことが言いたいわけではなく、知った上でやるかやらないか、何をどうデフォルメするのかの判断材料が増えるっていうことで、表現の選択肢が広がることが良いことかなと思ってます。天才はここら辺をね、感覚的にやっちゃうのかもしれませんが、今は天才ではないので、こういうアプローチをしています。続いて流体的な性質。空気って流体と言われるんですが、紙は軽いから、その空気の流れを可視化することができるんですね。車の風洞実験の、これと一緒です。風の向きとか動きとかで前後行動っていうものが見えるので、イラストに時間軸を加えるということができます。流体的な性質があるっていうところで言えば、たまにある紙が水とか液体みたいになっているイラストの表現。あれってその紙の流体的性質を実際に流体である水に置き換えているというだけなので、その表現としてすごい親和性が高いということが、理屈として理解できるんですよね。で、そしたら、今度は他の流体に置き換えてももしかしたらいけるんじゃないみたいなアイディアにもつながると思ってます。以上が性質についてですね。ここら辺のことを強調省略することで、イラスト全体の透明感とか華やかさを底上げしたりできるんじゃないかなと思います。絵として実際に紙が透けてたり、液体みたいになってたり、金属みたいにピカピカしてたりしても、そんなに変じゃないじゃないですか。魅力的に表現できるのは元の性質の延長上にある表現だからなんじゃないかなとエヴァは思ってます。あくまで考え方の一つとして参考にしてもらえればと思います。続いて役割です。絵における紙の役割。これもいろいろあります。まずは動きを出すとかかな。動作とか状態を示せますよね。風の向きとか。さっき言った流体的な側面があるので、そういう感性みたいなものが働きやすい。あとは、シルエットのコントロール。これはキャラクターの特徴を示すアイコンになったり、イラストだとナビキで構図をコントロールして、見せたいところを強調するような表現に使ったりもできます。あとは、アイコン的に性格も表現できるように。例えば、内巻きにしたり、外羽にしたり、デコ出しにしたり、あるいは紙で目を隠したりみたいなことで、キャラクターのイメージみたいなものを付け加えることもできます。あとは、さっき言った性質をデフォルメしていけば、質感的な意味で、透明感とか華やかさを補強することができると思います。こんくらいですかね。かなり色々できるというか、だいたい何やっても楽しいパーツだと思ってます。たくさんの人にいいって思ってもらえる表現って、ちゃんと理由が説明できると思うんですよね。後付けでこじつけかもしれないし、全然的外れかもしれないんですけど、自分なりの仮説というか、考える意識を常に持つように心がけています。絵の話が全然できてない。そんなこんなで線画ができてるわけですが、このイラストで意識したポイントとしては、オレツイのイラストってすごく動きのあるイラストが特徴なんですが、今回は10周年ということで、あえて動きを抑えて落ち着いた構図にしています。あと見せ方のポイントとしては、かぶりかな。メインの毛束の他にキャラの前後にレイヤーを追加して、そこに紙を描いていくことで奥行き感を表現しています。塗りはなるべく原作のイメージをリスペクトして、アニメ塗りをベースにグラデーションを施しています。この時にも紙同士や腰の部品にも紙の落ち影を入れることで、できるだけ少ない手数で前後感の演出をしていってます。全体が整ったら目が開いたバージョンの表情差分を作成し、完成です。
それでは完成したイラストを見ていきましょう。俺ツインテールになりますのテールネットを描いていきました。メモリアルの同人誌ということで、作中ではシャープにかっこよく描かれることが多かったツインテールを優しくふんわりとした印象になるように心がけました。同人誌の詳細は概要欄にありますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ということでやってきましたが、だいぶ概論みたいな話になってしまった上に、塗りの性質もあるけど、描いた絵がそれら全てを網羅できているわけでもないという、概論とか知りたいのはそういうことじゃねえよという声が聞こえてきそうですが、ここをね、一旦押さえておくだけでも、具体的なテクニックを使う時の向き合い方が少し変わるんじゃないかなと思います。絵を通してね、伝えたいことを伝えるために、紙をどう表現していくかというのを考えるきっかけになれば嬉しいです。というわけで、今回の動画は以上になります。小技は小技でね、ちゃんと動画にしていきたいと思うので、チャンネル登録、高評価をしてお待ちいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバイ。なんかお肉食べたくなってきましたね。